ついに、ロキの伝説の悪魔の実に関する情報、そしてラグニルの土が持つ力の詳細も明らかとなった。実はそれはリスの力を宿す悪魔の実を食べており、そのおかげで圧倒的なスピードと高い機動力を得ていたのだ。ラグニルは何千年もの間エルバフに存在し、まるで本物の生き物のように島中をさまよってきた。現在、ラグニルに与えられている使命は、エルバフで最も重要な宝伝説の悪魔の実を守ること。王でない者がその悪魔の実に近づいたと感知した瞬間、ラグニルは即座に襲いかかる。現在に戻ろう。ロキが地下へ足を踏み入れたその瞬間、ラグニルは彼に向かって突進してきた。動きながら、威嚇するような低いうなり声を発している。ロキは思わず後ずさった。武器が自ら動き、まるで生き物のように喋るなど、全く想像していなかったのだ。だが、ラグニルは考える暇を与えない。信じられないほどの速度で突っ込み、ロキの体に真正面から叩きつけられた。ロキは慌てて腕で防御するが、その衝撃は凄まじく、彼は数十メートルも吹き飛ばされ、石柱に激突する。地下全体が大きく揺れ動いた。ロキは歯を食いしばり、手をついて跳ね起き、咆哮する。貴様と遊んでいる時間はない。そう叫ぶや否や、彼は即座に反撃へと転じた。しかし、ロキの振るう一撃一撃、放つ攻撃のすべては、ラグニルの圧倒的な重量によって押し返されてしまう。ラグニルの一撃一撃は雷撃のように重く、ロキの足取りを次第になまらせ、全身に激痛を走らせた。それでもロキは歯を食いしばり、必死に耐え続ける。なぜなら彼は理解していた。ここで倒れれば、エルバフはやがてハラルドの狂気の手によって粉砕されてしまうのだと。戦いが長引くほど、ラグニルはますます凶暴さを増していく。そしてついに、正面からの一撃がロキを床へと叩き落とし、口元から血が溢れ出た。ラグニルは土の刃を高く掲げ、止めの一撃を放とうとする。その生死を分ける瞬間、ロキは拳を強く握りしめた。ロキの内側で、彼自身すら理解したことのない力が一気に吹き上がる。覇王色の覇気が激しく爆発し、地下全体へと広がり、大地は深い亀裂を刻みながら裂けていった。その凄まじい圧力に、ラグニルは空中で動きを止め、全身を震わせる。まるで強制的に屈服させられているかのようだった。ロキの瞳は冷たく鋭い色へと変わり、真の王だけが放つ威厳と風格を漂わせる。ロキはゆっくりと立ち上がり、重く、しかし圧倒的な力を宿した一歩一歩でラグニルへと歩み寄る。その声は低く、そして断固としていた。我に従え。その覇気はただ抑え込むだけではなく、ラグニルにロキこそが新たな主であると認めさせるかのように作用する。土は小刻みに震え、やがて柄の先をゆっくりと下げていった。それはまるで、主に忠誠を誓い、ひざまずく戦士の姿そのものだった。二人が移動する中で、ラグニルは巨人族が800年もの間隠し続けてきた秘密を語り始めた。地下の最深部には、極めて危険な悪魔の実が存在しているという。それは神にも例えられるほどの力を宿すだけでなく、食べたものを古代流ニーズホップの姿を持つ究極の戦士へと変貌させる。ラグニルの話によれば、その悪魔の実は炎と雷の双方を生み出す力を与えるという。かつてそれが巨人によって使われた際には、世界最強の悪魔の実と評されたほどだった。巨人の肉体とニーズホックの力が融合すれば、想像を絶する戦闘力を持つ巨大な竜が誕生し、世界そのものを滅ぼしかねない。そんな存在になるのだ。そのため現在、それはエルバフにおいて最上級の国宝として厳重に守られている。しかしラグニルは同時に、あらゆる力には二面性があることも強調した。持ち主に十分な意志の強さがなければ、その悪魔の実そのものに操られ、殺戮から抜け出せない道へと落ちてしまう危険があるのだ。さらに、それがエルバフで極秘とされてきた本当の理由は、
その力がこの島そのものを破壊し得るほどであるからだという。エルバフは、途方もなく巨大な古代の大樹の上に築かれており、驚異的な耐久力と耐荷重を誇っている。だが、その古代樹にとって唯一にして致命的な弱点こそが、火と雷だった。ロキは沈黙した。彼はその悪魔の実がもたらす危険性を、誰よりも理解している。なぜなら、かつてハラルド王からその話を聞いていたからだ。制御不能なほどの破壊力を持つがゆえに、それはエルバフにおいて絶対的に禁じられてきた。ハラルド王の言葉が、ロキの脳裏によみがえる。私はその力に触れたくない。それは世界を救うこともできるが、一瞬にしてエルバフを焼き尽くしてしまうこともあるのだ。その頃、上の戦場では、シャンクスとギャバンがなおも命がけでハラルドと対峙していた。しかし今のハラルドは、かつての王ではない。異常とも言えるほどに力が跳ね上がっていた。イムから与えられた力により、シャンクスとギャバンが負わせた傷はすべて瞬く間に再生していく。切られようと、砕かれようと、貫かれようと、ハラルドは何事もなかったかのように立ち上がる。一方で、シャンクスとギャバンはすでに疲労の色を隠せない。全身に無数の傷を負い、そこから血がにじみ出ている。ギャバンは歯を食いしばり、荒い息を吐きながら、額を伝う汗をそのままにしていた。クソったれ、またゴッドバレーの時と同じような代物か。彼は斧の柄を強く握りしめ、かつて目の当たりにした悪夢のような光景あの時に対峙した同質の力を思い出していた。ハラルドは彼らに休む暇を与えない。巨人とは思えぬ速度で突進し、次の瞬間にはシャンクスの目前に迫っていた。ハラルドは砲口を上げ、地面を押しつぶして陥没させるほどの強烈な斬撃を放つ。シャンクスは全力でそれを受け止めるが、足は岩に深く沈み込み、土煙が立ち上がる。ハラルドは拳を握りしめ、シャンクスを押しつぶそうと力を込めた。その時、ギャバンもまた突進する。赤く輝く覇気をまとった斧を振りかざし、叫んだ。俺の目の前で、そのガキに指一本でも触れさせるか。強烈な一撃がハラルドの脇腹を切り裂く。しかし、まるで効果はなかった。ハラルドは咆哮し、こう言い放つ。蛾の前に立ちはだかる者は、すべて死ぬ。その言葉と同時に、ハラルドは全身の力を剣へと込め、シャンクスを地面へと押さえつけようとする。ハラルドから放たれる覇気は凄まじく、エルバフ全土をなぎ払うかのようだった。シャンクスは必死に耐えるが、今のハラルドの力はあまりにも強大で、彼の限界を明らかに超えていた。ハラルドは剣をさらに強く押し込み、低く言い放つ。終わりだ。歯が今にも振り下ろされようとしたその瞬間、天地を裂く轟音が鳴り響き、雷撃がハラルドの体へと直撃した。狂めい光の中で、一体の巨大な影が姿を現し、一直線にハラルドへと突進する。その一撃が叩き込まれた瞬間、凄まじい衝撃波が広がり、そして初めて、ハラルドの体が吹き飛ばされた。その光景に、シャンクスとギャバンは言葉を失う。ハラルドを力でねじ伏せることのできる存在。その圧倒的な力に、ハラルドは一瞬動きを止め、冷え切った視線をロキへと向けた。ついに、その力を手にしたというわけか。ロキは何も語らない。二人の戦士は再び互いに突進し、雷鳴、覇気、そして神々しい力が激しく衝突する。何度吹き飛ばされようとも、ロキはなお前へ進み続けた。先人の実の力は途切れることなく増幅していく。ロキがハンマーを振るうたび、凄まじい雷光がほとばしり、一直線にハラルドへと襲いかかる。ハラルドは再生し続けてはいるものの、その雷撃は確実に彼の体を焼き焦がしていた。二人はなおも激突を繰り返し、雷鳴が戦場に轟き続ける。やがて、ロキの体は無数の傷で覆われていた。それでも彼は立ち止まらない。その時、ギャバンが叫ぶ。ロキ、覇王色の覇気を攻撃に乗せろ。
ロキはその言葉を聞いても意味がわからなかった。覇王色の覇気、俺にそんなものがあるのか。その瞬間、ロキの脳裏に宝物庫での光景がよみがえる。あの時、彼は無意識のうちに、ラグニルを圧倒するほどの力を解き放っていた。ロキは次第に、自分の中に眠るその能力の輪郭をつかみ始める。その間に、ギャバンとシャンクスが前へ出て、ロキに力を引き出すための時間を与えた。ギャバンは戦いながら、覇王色の覇気の使い方をロキに叩き込んでいく。その瞬間、ロキの手にしたハンマーから、恐るべき力が解き放たれた。無数、幾地もの黒光色の雷が、ハンマーから吹き出す。力のすべてを解放したロキの姿は、まるで神そのものだった。雷光がその体をくるみ込み、放たれた稲妻が大地をなぎ払う。目隠しの布越しに、ロキの眼光がくるめく輝いた。ロキは一気に踏み込み、ハンマーを強く握りしめる。そして放たれた、凄絶な一撃がハラルドへと一直線に叩き込まれた。その衝突の衝撃はあまりにも凄まじく、近くにいたシャンクスとギャバンさえも吹き飛ばされる。無数の雷撃がハラルドの体を焼き尽くすように襲いかかる。それでもなお、ハラルドは必死に耐えていた。しかし、ハラルドが再び主導権を取り戻しかけた、その刹那、ロキは咆哮し、口元から血を流しながら叫ぶ。終わらせるぞ、父さん。次の瞬間、天空から放たれた極太の雷が天井を打ち破り、ハラルドの体へと直撃した。ハラルドは苦悶の叫びを上げ、そのまま床へと崩れ落ちる。雷光に焼かれ、ほんの一瞬のうちに、その体は炭と化した。